皆さんこんにちは。自分で言うのもなんですが、もう今回の動画は神回だと思います。人生うまくいくかどうかの根本の違いを知ってほしい。もう本当にこの動画が目に留まった人皆さんに聞いてほしい。だって知らないともったいないからって思っています。あなたが信じたいものだけを信じることが一番だと思っていますが、その上でも大事なことをお話ししようと思います。ぜひ最後まで聞いていただいて、あなたの毎日がちょっと楽しみになってほしいなと思っています。本日はこれを意識するだけでものすごい運が味方につき、人生が2倍3倍にうまくいってしまうっていうコツをお話ししようと思います。なぜならこれを意識できれば安心感を感じる機会が増えて不安がなくなっていくから。これができているかどうかが運がいい人、またそうじゃない人の大きな違いであり、そして成功する人やいざという時に助けてもらえる人の違いって結局これなんだなっていう風に気がついたからなんですね。できている人は当たり前じゃんって感じるかもしれませんが、本当の意味で分かっている人はごく一部だとも思います。私もこれに気がつく前はいろいろとトラブル続きで嫌なことばっかり起きたりとか、不安や怖い気持ち、なんで自分ばかりがうまくいかないんだろうというような思いをすることが多かったんです。ですが今はもう自信を持って私って運がいい、何が起きても私なら大丈夫という根拠のない自信が出てくるようになっているんですね。で、根拠がないというと、それってただの思い込みなんじゃないっていうふうに思われるかもしれませんが、あなたの思い込みがあなたの未来設計なので、ここにどういった思い込みがあるのかっていうのは基盤とも言える大事な部分なんです。あなたは私なら絶対何が起きても大丈夫って思えますか？これはプラス思考かどうかということではなくて、きっと自分はうまくいくだろうなっていうふうに思えるかどうかって自分の人生を変えてしまうくらいに大きいことなんですね。なぜなら結局自信というのは自分を信じるということですので、ここができていないとどれだけ一生懸命に頑張ってもあと一歩のところでうまくいかないなってなったりとか、心がブレてしまったり、あらゆる環境や周りに起こることで一喜一憂してしまうようになるからなんですね。心をいつも安心感で保つってものすごく大事なことなんです。ですから今回は何を意識したら人生が2倍3倍とうまくいくように回り出すかというのと、そのパワーを信じることで自分を信じることができて不安が激変してしまうという話をしようと思います。はい、皆さんこんにちは。引き寄せマインドアドバイザーのひとみです。こちらでは引き寄せマインドを使ってあらゆる願いを叶える方法と、明日が少し楽しみになるような毎日を送るためのちょっとしたヒントをお伝えしています。あなたは成功者、物事がうまくいく人とそうではない人の根本の違いって何だと思いますか？で、成功というと何か大きいことを成し遂げた人というイメージがあるかもしれませんが、それだけじゃなくて、例えばあの人すごいよねって誰が見ても思える人でも、その人自体が全く幸せっていう風に思っていなければ、それは成功とは言えないかもしれないなっていう風に思いますし、世間から見て大きいことを達成したいとかではなくて、自分の些細な幸せを実現できる夢は叶えばいい、それが夢っていう風に思ってる人もいると思うんですね。つまりここで言う成功者っていうのは、自分の思いとかそれが小さくても大きくても叶っている人、うまくいっている人、例えば理想通りのパートナーと結ばれたりとか、何気なく始めたらうまくいったりなど、自分の望みや夢がスムーズに叶って毎日を楽しく過ごすことができている人を私は成功だと思っています。この成功者かそうでない人、何をやってもうまくいかない人とか、結局ダメだったというような結末で終わってしまう人、トラブル続きの人っているんですね。で、この決定的な違いは何かっていうことが分かったんです。それはズバリ見えない力を
どれだけあなたが信じているかどうかということなんです。それに加えて、見えない力や周りに対しておかげさま、ありがとうと感謝できる人なんですね。見えない世界って見えてないから根拠のない世界ですよね。つまりこれを信じることができる人は自分を信じている人。私は守られているから大丈夫なんだって根拠なく思える人なんですね。とは言っても、根拠はないので科学的に証明されていないこともある中で、急に信じられない、だって見えないからって思ってる人もいるかもしれないですよね。ですが、見えない力を信じて、例えば、急に湧いてくる直感とか、自分の居心地のいい選択をしたりとか、きっと誰かが守ってくれているっていうふうに思っている人は、見えているものしか信じていない時よりも、ぐっと選択肢も広がり、周りに起きている暗いニュースとか、自分に起きたピンチの時とかの捉え方も変わって、安心感を感じる機会が多く増える。そのブレない根拠のない安心感が体の状態を良くしたりとか、恋愛でうまくいったり、仕事で活躍できたりするんですね。例えば、仮にこの病気はこの薬しか治らないというものがあったとして、でもその薬はもう手に入ることができないものだとします。それは科学的に証明されているとしたら、それを信じている A さんはもう絶望に感じますよね。もう自分はダメなんだなとか、どうしてだろうとか、何も悪いことしてないのに辛い、苦しいと感じたりとか、諦めたりするかもしれません。で、その諦めたり苦しむ気持ちや絶望感っていうのは、もっと体調を悪くさせますよね。でも、その自分の心とか感情が決めてしまうっていうことを知っている B さんは、科学的に証明はされてないけど、きっと他に方法はあるはずとか、今までも守られてきたからだから大丈夫とか、根拠はないけどなんか治る気がするんだよねというふうに少しの希望を感じていたとしたら、出来事は同じだけれども、その人の心の中には絶対に大きい違いがありますよね。実際に奇跡を起こした人、もうお医者様に危ないだろうと言われた人が長生きできた時の共通点というものは、残りの人生をどう楽しもうかというふうに思った人なんだそうです。で、ここで私が何が言いたいのかというと、絶対に見えない世界を信じてほしいというふうに言ってるわけじゃなくって、今生きているのは自分の力で生きているわけじゃなくて、たくさん守られて生かされているというふうに言いたいんです。そしてその存在を意識したら、ますます力を貸してくれるようになるということ。いわゆる一人の時よりも見えない力を信じて委ねると、あなたは無敵状態になれるということです。具体的に言うと、いいことが起きた時やうまくいった時、またピンチというような状況から脱出できた時など、そういった時に自分だけの頑張りだけじゃなくて、きっと誰かが力を貸してくれたんだというふうに、見えない力や周りに対しておかげさま、ありがとうと感謝できる人が、それぞれの幸せの形で成功できる人です。正直、自分の力だけじゃないと思います。今日生きてるのも生かされているから、それを素直に思える人、誰かのおかげだと思える人、誰かに私は守られているんだっていうふうに思ってる人、それが人生がうまくいくかどうかの分かれ道です。あと一歩のところでうまくいかないとか、辛いことばかり起こる人に多いのは、自分だけの力だと思っていることが多かったりします。もちろん、あなたの頑張りが一番です。それを認めることは、ものすごく素晴らしいことなんですけれども、そこまで導いてくれたのは、必ず見えない何かが力を貸してくれているからなんですね。自分を努力のように思えても、そこで出会った仲間や出来事も、もしかしたらこっちの方が幸せだよというふうに操縦されているかもしれない。で、こういった見えない力というのは、スピリチュアルの世界が好きな人の中では、ごく
当たり前に思われるかもしれませんが、本当の意味で信じてる人、信頼してる人はごく一部だと思います。本当にあなたが究極の時、もう無理かもって思うほど辛い時、どう見てもピンチ苦しいというような状況の時に、あなたが私は守られているから大丈夫っていう風に本当の意味で信じられるかどうかで、見えないものを心の底から信用しているかどうかがわかると思います。これは信じないと不幸になるとかそういう怖いものじゃなくって、信じてみた方が人生って思ったより楽にいくよ、うまくいくよってことを言いたいんです。奇跡を起こせる人、例えば誰もが想像つかなかったことが起きたとか、先ほどのように嘘のように病気が治ったっていう人って世の中たくさんいますよね。それがもし選ばれた人だけだったとしたら、なんて不平等なんだろうって思いませんか？その選ばれた人、奇跡を起こせた人は絶対奇跡が起こることを根拠もなく信じている人だけなんですね。私も病院でもう原因もわからないと言われた時はもうすごい絶望に感じたんですけれども、お医者様がもうどうにもできないなら見えない力を最後信じるしかないっていうふうに思って託してみたんですね。そうするともう信じられないスピードで良くなりました。まさにどん底からのこんな展開想像していなかったというくらいに変わったんですね。そして私がいつも日常のちょっとしたことで思うのは、例えば信号に今日なぜか引っかかるっていう時ってあると思うんですね。でその時になんか今日ついてないなって思いたくなるんですけれども、でもこれ引っかかってなかったら事故に巻き込まれたかもしれないっていうふうに思うんです。事故というと大げさですけれども、実際にそういう時何回もありました。例えば忘れ物した時も、その忘れたおかげで次の電車に乗って、そこでたまたま会いたい人に会えたとか、ガスを消したかなって不安になってもう間に合わないのにっていう気持ちで家に戻ったら、会社で今日絶対使うものを忘れてたことに気がついて、戻ってよかったっていうふうに思うことってあるんですね。体調が悪くて仕事を休まなきゃいけないって言った時も、このまま続けていたらもっとひどくなるのを、もしかしたらここで止めてくれたのかもしれないっていうふうに思いました。で、そういうふうに思えたらいつだってこれでよかったんだっていうふうに思えませんか？私は特殊能力はないので目に見えないから直接誰が働いているのかなんてわかりませんが、はっきり言えることは、見えない力を意識して感謝をし始めると本当にうまくいき始め、なんとなくではなくってはっきりとこれは守られてるんだなって思えるような出来事が起き出したりするんですね。まるでよく気づいてくれたねというふうに言ってくれてるかのように感じるんです。人間でもそうですけれども、ありがとうとか嬉しい、あなたのおかげでなんて言われると、感謝されたらもっとその人の役に立ちたいっていうふうに思いますよね。で、それと同じでおかげさまだと思うと、きっと見えない力もあなたのために頑張ってくれるんだと思います。漠然とした不安な気持ちとか怖がる気持ちっていうのは生きていたら何かしら出ると思うんですね。でもそんな時は大丈夫だって守られてるからっていう風に思いましょう。本当かどうかというよりかは、信じるものがあった方が強く心楽に生きられます。あなたの今日が楽しい一日でありますように、そう願っています。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今よりもっと幸せになりたい方、運をもっと上げたい方、そして今苦しい方に向けて動画をアップしていきます。悩んでる方に解決策が見つかり、私は大丈夫なんだって思っていただけるようにしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。